個性よりも技術を身につけようっていうことですね。やたらと自分の持ち味とか個性をやたら気にする人が、多いように思うんですが、僕は気にしたことないんですよ。なんか自分の持ち味をとかどうのこうのって言うんだけど、自分のやりたいことしかできなくないですか？僕の絵は全然個性的じゃないと思うんです。アニメのよくある絵だと思うんですよね。ですが僕の多分活動はかなり個性的というかオリジナリティがあるのではないでしょうか。別に僕はなんか個性的であろうと思ってなんかやってるわけじゃないんです。別にこれなんか自分がやりたいように好きなようにやってたら気づいたらこうなってたっていう結果論。でもねこれは気にしてますね。例えばアニメーターとして僕の同世代で僕より上手い人っているわけですよ。その人たちと同じ競技で同じ勝負したら多分一生勝てないってなんとなく思ったんです。アニメーターやってて。だから個性というか逆に言うとその自分と同じ同世代のアニメーターの人たちが逆にできないようなことってなんだろうっていうね。でもこれってよくよくですね、僕はアニメ業界である程度上を目指すという競技ですよねを、ある程度やってたからこそ他に上には上がいるなっていうのが分かるわけですよ。だから最初ですね、特定のある程度分かりやすい形のですね競技をまず戦ってみて、その間にですね自分の特性が分かっていくので、それこそ自分の個性がですね徐々に分かってくるんですよ。何もやってない人が自分の個性なんか分かるわけないよ。そもそも自分の個性って言葉が俺そもそも嫌いだから、特性とか性質とか適性っていう方がね僕は正しいと思うんですよ。そもそも個性なんて言ってるやつアホですからオリジナリティとか個性とか言ってるやつバカですから言っちゃ悪いけど僕の身の回りで上手いやつであるいは成功してるやつでそんなこと口にしてるやつ一人もいないから、聞いたことないからマジで。そんなことを気にしてる段階で終わってます、はっきり言ってその理由はですね、何もやってない人が自分の特性とか適性なんか分かるはずないんですよ。だから最初から個性的であろうなんて本当愚かなんですよ。愚の骨頂なんですよ。自分が面白そうだなって思うですねものっていうのはもうある道なんですよ。もう完成してる道なんですよ漫画道というかアニメ道とかイラスト道というですねもう先駆者がいてもう舗装されてる道なんですよ。いきなり僕こっち行きたいって言ってですね、何にも道ないですよね、こっちね。これ何もない道をですね行きたいですか皆さん。ここ歩きたいですか？これ歩きたくないよね。ぐちゃぐちゃになっちゃいますね、この田んぼ道になってないからね。で皆さんがやりたいと思うことっていうのはこの舗装された道なんですよ、ね、舗装されてれば進みやすいじゃないですか。もうノウハウがはっきりしてて、だいたいこの先行くとどのぐらい儲かるかとか、あるいはどのぐらいのプレイヤーになれるかっていう予想がつきますよね、この舗装されてる道っていうのは。まずはそれ進んだ方がいいんですよ。いきなりですね勝手にこの藪をですね切り裂いていきますよってすげえ効率悪かったりとか、すごい体力がいったりとか、すごいアイディアが必要なんですよね。なのでまずは舗装されてる道をちゃんと進む。でそもそもこの道とは何なのかと。アニメーターだったら絵を動かすこと、そしてキャラクターを似せること、頭身が合ってること、空間に乗せること、ルールがあるんです。そして上手い人の技術をやっぱり吸収することで、漫画だったらやっぱネームだったりキャラの立て方だったりとかね、こう見開きの小回りで見せた時のみたいなね、ルールがあるんですよ。そのコンテンツを面白くするためにはある程度のルールがあるんですよ。でこれをなしにですねいきなりなんとなく漫画描いてました。いや最初ねなんとなくいいと思うんです。最初のターンは本当マジで。ですが当然ですがそれではうまくできるわけがないね。面白く作れるわけがない。でここでってね、うまくできるわけないよって、だってわかんない、その作り方調べなきゃなって言って上手い人の話を聞いたり見たりノウハウをね勉強したりして、作るもよし、手間の割に全然面白くないやって言ってやめるもよし、全然やめていいと思うんですよ。だってその人は別にそこまでね別に書かなきゃいけないってわけじゃないですか。でって面白くないな、つまんないな、自分の作品もっと面白く作りたいなと思って初めてじゃあ勉強始めればいいんですよ。まず最初はですねやっぱりある程度誰かの真似というかパターンを吸収するのがいいかなと思います。というのもですね、例えば子供ってさ親の言葉を覚えますよね。日本に住んだら日本語話すしアメリカとかね育ったらアメリカ英語、しかも俺そんな詳しくないけどアメリカでもほら広いじゃないですか地域が。だからそこの多分州というか、あるいはその家庭環境によってみんな言葉って変わりますよね、ある程度ね。自分が赤ちゃんだとしたらあるいは周辺の言語を手に入れて
自分の感情を表現しますよね。でこれを絵の世界に置き換えたら、何も書けない、書いたことない、技法を知らない、どっから始めたらいいんだろうっていうのはですね、もうバブバブしか言えない状態ですよ。楽しいとかつまんないぐらいはですね多分表現できるんですよ。だけど細かいですね、心の機微というんですかね、部分はですね一切こう表現できないんですよ。全身の比率、そして顔の比率ねですね、自分が描きたいであろうジャンルの素体の基本比率はまずは抑える。でまず立ってる人を描けるようになる。それによって初めてその自分の描いてる世界、絵の世界のキャラクターをそこにね一つねこう、作ることができるんですよ。その基本形が分かって初めてそれを怒らせたり笑わせたり、眉毛や目や口の形なんかを変えてしてくれるんですが、この時にどんな感情表現、どういうふうに顔を歪ませたり変えたりしたらいい感じになるんだろうっていうのはですね、言葉と同じです。絵と言語ってマジで同じです。僕もね本いっぱい出してる人なんであまり大声では言えないですけど、下手くそなですねノウハウ技巧書買うぐらいだったら自分の好きな作品コンテンツを穴が開くほど見てください自分が描きたいであろう、こういう風になりたいっていうようなその人のイメージで描くんですよ。それは、最初1人が割と分かりやすい、最初から3人みたいにある3人みたいになりたいんですよって混乱しますねそれね。まず1人の方が楽かな。でその1人の人をですねこう追っかけていろいろやってる間に飽きてくるんで、じゃあちょっと飽きたからちょっとまた別の人を目指そうかなみたいな感じで、そんな感じでやればいいと思うんですよね。いやこれ俺やりたかったんだよっていう感じしますか？そうじゃないとやっぱ長続きしないって。その人に似合ってるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要なんですよ。だから個性とかオリジナリティっていうよりは、自分の元々の素材っていうのかな、どっちが偉いとかじゃないんですよ。どっちがいい悪いの世界ではなく、むしろ自分の素材をよく分かった上で調理できればめちゃくちゃ美味しい料理になるし、自分の素材がよく分かってないのにへんてこな調理をしちゃうとですね、これまずいなーってねってことになるわけですよ。だから大事なことはまず自分をですねいろんな調理してみることなんですよ。ある時は漫画を描く、イラストを描く、それこそなんかエロ同人が儲かってんだったらエロ同人描いてみりゃいいんですよ。いやー俺には向いてないと思ったらもうやめればいいんですよ。そんな感じで手当たり次第にやってみるんで、いろいろ。そしたら自分の食材の味とか何で調理した時に一番いい味を出すかってことが分かってきますから。で自分の個性は調理してみないと分かんないですよ。でこの素材が自分の素材というのをですねよく分かる方法っていうのがあるんですね。もう遊ぶことですよ。子供の頃から自分の時間、たっぷり使って遊ぶ、これめちゃくちゃ重要です。放っておくってこと、子供は放っておくんですよ。ある一定の環境を与えて。そうすると固有の振る舞いをしますので、もちろんそれだけでは人間っていうのは拡張ができないから、ある程度の基礎学力ね、本を読むにしても、最低限の基礎学力必要でしょ。思考を拡張するための基礎学力が当然必要なんですけれど、それを前提に好き勝手にやる。うちなんか別に個性なんか何も追求してないですよ。僕も子供も何も追求してませんもん。だけどおそらく傍から見たらめちゃめちゃ個性的に見えるんでしょうね。むしろですね個性を異様にね追求するですね人ほど没個性になるのはあれなぜなんでしょうかね。不思議ですね。大きな声では言えませんがその美術大学のですね子とかのなんかその卒生じゃないや、そのなんか作品制作見るとですね、あなた美大の子ですねっていうパターンですよね。個性風の思考的調教って言ったらいいんですかね。だからこういうの出せば美大の自分の、そしてその先生講師は喜ぶであろうみたいな、暗黙の了解における個性みたいな。あと学校もそうじゃないですか。個性と社会性っていうのは全部逆ですからね。社会的になったら個性はなくなるし、だからあんだけの集団の中にいて個性もクソもあるわけないんですよ、最初からね。なんで集団の中にいたら基本的に個性ってなくなって当然ですから、人を並べてそこで評価してたらそんなの個性なんかあるわけないんですよ。やっぱアホかって話なんですよ。最初の話に戻るんだけど個性ってなんだよみたいな、そんなねなんかなんか空気を食べようねみたいなのと同じですよ。個性を大事にしようねって、空気を大事にしようねっての同じですよ。そんな昨日と今日で変化が分かんないようなものを気にしてどうすんだよって話なんですよ。ていうかもうあなたここにいる段階でそんなの語ってどうすんだよって話なんですよ。だから漫画家になるとかアニメ監督になるっていうですね、この何々になるってこと一旦置いといた方がいいんですよ。そうじゃなくて、いやちょっとアニメ作ってみたいんだよねとか漫画描いてみたいんだよねでいいんですよ。最初は描いてみました、全然うまく描けないんですね、じゃあ勉強しようってね、それでいいんですよ。
何かになろうとしなくていいんですよ。いろいろやってる間に気づいたら何かになってると、あるいは気づいたら別に絵は好きじゃなくて、そういう絵描き界隈からはだんだん離れていくと。それがですね、その人の自然な振る舞いであり、無理やりですね、自分が向いてないのに無理やりやるよりは、自分の適性が分かったっていうだけで僕は十分なんじゃないかなと思いますけどね。大体ですけれど、イラストレーターさんの個性的なやつのなんか表現って本当にその人唯一無二のもんでしょうかね。技術の組み合わせじゃないですか。組み合わせが新鮮なものが世の中ではその人の個性と呼ばれます。元ネタを知ってれば〇〇と〇〇と〇〇の何%ずつの掛け算だなっていう風にほとんどの人はできてるの。 99.99% そうなんですよ。絵描きっていうのはみんなカクテルなんですよ。絵描きっていうのは何かと何かの混ぜ物なんですよ。何も元がない人間なんていないです。その組み合わせが新しい味付けに感じるだけで、ああこの人個性的な味ですね。いや、それはあなたがその何%ずつの割合が分かんなかったりとか、あるいは何が入ってるか分からない、隠し味が分からないだけです。それはあなたが無知なだけなんです。元ネタがあるんです。その組み合わせが新鮮なだけです。それを周りは理解できないから、それをなんかすごいざっくりとしたカテゴリーをしたくなるんですよ。自分が理解できない他人のよくわからないものを個性というですね、巨大なタグ付けしてカテゴリー分けしちゃったらですね、あの人個性的な人だからとか、あの人センスがいいからとかっていうですね、よくわからないものを勝手にですねタグ付けしてる、解像度の低い言葉だから、僕個性って言葉が大嫌いなんですよ。最初から個性なんていうものはないんです。だからその人が自分の思ってることに対してどこまで解像度が高いかってことなんですよ。すごい感度が鈍くなってるんですよ。だからね、やっぱ描く絵もだんだん鈍くなっちゃうんですよ。自分の好き嫌いってものをはっきりと、これからまず始めることなんですよね。でそれはなぜなんだっていうところを徐々に深掘りしていく。それが結果としてバカどもが個性的ですねって言ってくれる自分になりますひどい言い方ですね。別にそういう人たちを騙せる成功ができるようになるんですね。ひどい言い方だ。個性なんかマジで口にしちゃダメなんです。そういう意味では自分が作る側の人はですよ、もうほんとクソみそにですね、個性というのをですね否定してみました。そんなものを気にする必要はないということです。そんなこと気にするよりも、自分が今やってることが好きなのか嫌いなのか、快なのか不快なのか、これを本当にずっと続けたいのか続けたくないのか、これを気にすることの方が何万倍も大事です。人にどう思われるかなんて本当どうでもいいことです。自分の好きか嫌いか、これだけを本当追求してください。それが結果としてそうなると僕は思います。では皆さんありがとうございました。じゃあね。